の、にわからです。にわかです。電動ビーダマンを作ります。射出はホイール方式です。チェンジすぎて味ないです。安定して速度を出せるのでやはりこの方式になりますね。比較的楽につく。タイヤ暴れすぎです。ものづくりに楽はないということです。気持ちを切り替えてモーターを選びます。DZ モーター、RZ モーター、BZ モーターです。どれを使うんですか？回転数の最も高い RZ モーターにします。トルクも据え置きです。それでは試作機たちを見ていきましょう。大雑把に作って実物合わせで寸法を詰めていきます。ビー玉が引っかかっています。修正して射出テストをできるようにしました。タイヤの回転でビー玉が射出されました。タイヤは脱輪しないように改善しました。出っ張りでタイヤを抑える作戦ですね。早速テストします。これでもタイヤが脱輪しました。タイヤ固定具の修正です。出っ張りを高くして脱輪を防ぎます。この高さが限界です。テストです。遠心力強すぎです。スピードが期待できます。接着剤で固定します。タイヤの消耗が激しいのであまり接着はしたくありませんでした。固定具まで使い捨てになりますからね。たくさんスペアを作ることになります。テストです。なかなか良さそうですね。長く回転させてもなんとか耐えているのでこれでよしにします。試作機に戻ります。固定具の調整に伴って射出値も修正しました。射出機構はこれで OK です。次に中段機構です。今回はペットボトルマガジンではないんですね。機構を組み込むために新造しました。クラッシュビーダマンなので、がっちり固定できるところがやはりいいですね。射出口を塞いでビー玉を溜めてから、開放することでビー玉がジャムらないかテストします。いきなりジャムってますよ。想定内です。昨年のアドバイスを受けて、トルネードマガジンにしています。これで本来の性能を発揮できますね。効果があるか楽しみです。ジャムっている状態から回転体を回します。ジャムが改善されました。バッチリです。次に装填機構です。連射力を求めるならビー玉垂れ流しで良くないですか？電動ビーダマンがゴールではないため制御します。友田のリベンジですね。サーボによってビー玉の流れを制御しています。この動きはビー玉のセット目と押し出しの2つを可能にします。単純な動作なのに優秀です。ビーダマンに取り付けてテストをします。意図せずに点バーストとなりましたがかっこいいので採用です。目的である垂れ流しの制御もできてますね。試作は終わりです。メイン機のモデルができたのでスライスします。試作機のおかげで切り掛けのある天井部が垂れることが分かりました。そのためサポートを設置します。普段あまりサポート使いませんよね。サポートの一部設置が面倒だからです。だからといって全サポートにすると剥がすのが手間です。ちなみにサポートブロッカーは面倒すぎるのでプラグインのカスタムサポートを使っています。こんなもんでいいでしょう。保存します。かなり時間かかりますね。気長に待ちましょう。ということで無事出力できました。失敗しなくてよかったです。ペリペリタイム。これでメインの機体は完成です。あとはバッテリー入れを作りました。2本使うんですね。モーター用と制御用です。モーターにフルで電流を与えたいので分けました。サーボを使うので回路を作ります。パッパと実装基板図を書きます。小規模かつ久しぶりなのでユニバーサル基板で作ります。ミスってもすぐに修正できる利点があります。そういえばずっと動画出してなかったですね。バイスイントルーダーがうまくいかなすぎて心が折れていました。ずっと停滞していましたね。続けていたら他の作りたいものがいつまで経っても作れないので、バイスイントルーダーは一旦凍結します。動画工程を意識しすぎて判断が遅れました。初心に戻りましょう。自分の動画は時間経過で増殖しないことも改めて知りましたし、何を当たり前のことを。ネタ切れになるまでは続けたいですね。リメイクな時点でネタ切れでは？喋っているうちにそろそろ完成です。実装基板図ができました。これを元にユニバーサル基板にハンダ付けしていきます。
スイッチ。動かせるようになったので問題点を見つけて解決します。まずは構造による姿勢の悪さです。後ろ側に斜めになりますね。このままだとビー玉を射出できません。後ろ側に補助用の足をつけることでこれを解決します。斜めにならなくなりました。OK です。次は射出不良についてです。サーボの押し出しで解決したのでは？今押し出しましたが射出されません。前の実験では機体が前方に斜めになっていました。サーボに取り付けられている棒の長さが足りないため、押し出しが不十分でした。また、連射もできるようにするためビー玉が自重で射出される必要があります。それならこんな直角にしないでスロープ状にすればいいじゃないですか。ビーダマン魔改造シリーズのポリシーとして、作るのは魔改造パーツであるためビーダマンの直接的な改造は禁止しています。ビーダマンを使わないこともダメです。そしてビーダマンを使うと、やはりこうなります。何かいい方法はないでしょうか。ありました。この股の穴を使います。スロープを作りました。装着するとビーダマン内部がスロープ状になります。機体に取り付けます。動作確認です。ビー玉が自重で射出されました。これで OK です。あとはプログラムを修正して、すべてのパーツが揃ったので組み立てます。できました。ホイール式電動ビーダマンです。これはビーダマンですか？外付けパーツを取り付けただけなのでビーダマンです。左側にモーターや回路をまとめているため非常にごちゃついています。後ろ側にはスイッチをまとめています。トリガーの位置に射出スイッチを置いたんですね。それでは早速撃ってみます。まずはスピード測定です。ノーマルのクラッシュビーダマン。5.79 キロ。電動ビーダマン。ワクワクします。31.77 キロ。一応もう一回。31.92。次に鉄球入りホッケー打ち。ノーマルのクラッシュビーダマン。重いのであまり動きません。電動ビーダマン。別カメラ。そこまで凹みませんでした。電磁ビーダマンと比べると優しさを感じます。秒間何発撃てるか測定します。1、2、3、4、5、6、7、8、ということで時速30キロのビー玉を毎秒9発撃つビーダマンを作りました。これをベースに友ダマンを作りますが球速を上げすぎました。時速30キロは対人ではないですね。それにバッテリーが2分程度しか持ちません。パワー調整が必要です。動画を作ったらモチベも上がったのでまた動画投稿を続けていきます。それではまた。